皆さん、こんにちは。アンリです。今日は GMO 青空ネット銀行が銀行の仕事丸ごとを AI エージェント、つまり人に代わって自分で考えて仕事を進める AI に置き換える世界初の宣言をし、2800の業務を1100体の AI に任せ、400人の職員で4万人分の仕事をこなす計画を発表したというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は GMO 青空ネット銀行が2026年5月27日に銀行業務の3つの領域を同時に AI エージェント化するという世界で初めての宣言をしたという発表です。2つ目はその中身が2028年度までに2800の業務を1100体の AI エージェントに置き換え、400人の職員のままおよそ4万人規模に相当する仕事をこなすという計画であるという点です。3つ目はこの AI による業務の作り替え、いわゆる AX が皆さんの会社の仕事の数え方と人員計画の新しい常識になるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で GMO 青空ネット銀行の宣言の中身を、2つ目の章で2800業務を1100体の AI に置き換える計画の意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部会対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。 GMO 青空ネット銀行は2026年5月27日に銀行の仕事を3つの領域で丸ごと AI エージェント化するという世界で初めての宣言を発表しました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は対象が3つの領域すべてに及ぶことです。お客様向けのサービス、銀行の中の事務作業、そして AI 自身を支える仕組みの3つを同時に AI エージェントに任せると宣言したのは世界で初めてです。理由の2つ目は計画が具体的な日付と数字で語られていることです。2026年11月には AI がお客様への聞き取りからネットバンキングの画面を自動で作り、2027年3月までには外部のシステムとつなぐ公開の窓口を整えると期限まで決めています。理由の3つ目は人を減らさずに業務量を増やす方向に振り切っていることです。職員400人のまま4万人規模に相当する仕事をこなすという人の数ではなく仕事の量で勝負する考え方をはっきりと打ち出しました。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんがネット銀行で新しい口座を開いたり振り込みの設定をしたりする場面を思い出してみてください。これまでは決まった申し込み画面に皆さんが自分で入力し、わからないところはコールセンターに電話していました。これからは AI エージェントが皆さんの希望を会話で聞き取り、その場で皆さん専用の画面を作るという形に変わっていきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。 GMO 青空ネット銀行の宣言は3つの領域すべてを対象にしたこと、期限と数字を明示したこと、人を減らさず仕事量で勝負したこと、この3つで世界初の踏み込んだ宣言になりました。2026年5月27日に発表され、最初の自動化は本年11月から始まります。これは遠いネット銀行だけの話ではなく、皆さんの会社の仕事の進め方に直接つながる発表です。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この宣言の核心は2028年度までに2800の業務を1100体の AI エージェントに置き換え、400人の職員で4万人規模に相当する仕事をこなすという業務の作り替えにあります。なぜこの計画が皆さんにとって学びが大きいのか、理由は3つです。理由の1つ目は自分たちの仕事を2800という細かい単位まで数え上げ、どれを AI に任せられるかを一つずつ仕分けしたという地道な棚卸しをしている点です。理由の2つ目は
AI による業務の作り替え、いわゆる AX を社員を減らすためではなく、同じ人数でより多くの価値を生むために使うという前向きな方向に位置づけている点です。理由の3つ目は、大手銀行が事務職を5000人減らすといった人減らしの話とは正反対に、人を残したまま仕事量を増やすという新しいお手本を示した点です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの部署が毎日こなしている仕事を思い浮かべてみてください。見積書の作成、問い合わせへの返信、日報の取りまとめ、経費の確認など細かい定型業務が積み重なっているはずです。GMO 青空ネット銀行のお手本では、こうした仕事を一つずつ数え上げ、 AI エージェントに任せられるものから順に渡していきます。そうして空いた時間で、皆さんと部下はお客様への提案や企画といった人にしかできない仕事に集中できるという道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。 GMO 青空ネット銀行の計画は、業務を細かく数え AI に仕分けし、人を残したまま仕事量を増やす日本企業すべてが学ぶべきお手本です。皆さんの部署でもこの業務の棚卸しを半年から1年以内に始める必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この銀行の宣言が皆さんサラリーマンの仕事に直接効く理由は、400人で4万人分という業務量の作り替えが皆さんの会社の経営陣にも必ず同じ問いを突きつけるからです。理由は3つです。1つ目は、 GMO 青空ネット銀行が世界初という分かりやすい看板で具体的な数字を出したことで、皆さんの会社の経営陣も、うちは何の業務を AI に任せられるのかを必ず考え始めるという方針上の理由です。2つ目は、皆さんの会社の経営陣が役員会議で、あの銀行が400人で4万人分やるならうちの部署はどうなのかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は、皆さんの部署にもうちのチームの仕事を数え上げてどれを AI に任せられるか出してほしいという宿題が半年以内に必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば皆さんの部署が経理や総務や営業事務などの定型業務を多く抱えている場面を想像してみてください。半年後の会議で、あの銀行は2800業務を数えて AI に仕分けした、うちのチームでも同じ棚卸しができないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が極めて高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えを用意しておく必要があります。答えの中身は、うちのチームの業務を一覧にして、どれをいつどの AI に任せるかという業務の棚卸し表です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。 GMO 青空ネット銀行の宣言は、皆さんの会社の経営陣からのプレッシャーとなり、半年以内に皆さんの部署にも業務棚卸しの宿題が回ってきます。うちのチームの業務棚卸し表を皆さんが先に作れるかどうかが、これからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での業務棚卸しの相談の2つです。この2つを今週中にやっておけば、半年後の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司もすでに新聞や経済ニュースでこの銀行の宣言を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て自分の定型業務は AI に置き換えられるのか不安を抱え始めており、3つ目は、経営企画や情報システム部門が業務の棚卸しを半年以内に始めるため、今日動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。
先週5月27日に GMO 青空ネット銀行が2800業務を1100体の AI エージェントに置き換え、400人で4万人分の仕事をこなすと世界で初めて宣言しました。これは人を減らすのではなく、人を残したまま仕事量を増やす考え方です。当部署でもまず自分たちの業務を一覧にして、どれを AI に任せられるかを仕分けする棚卸しを今月から始めたいと思います。ここまで言えれば、皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。銀行が2800の業務を数え上げて AI に仕分けし、人を残したまま仕事量を増やすそうだ。うちの部署でも君がやっている定型業務を一覧にして、来月からどれを AI に任せられるか一緒に仕分けしてみたい。これは君の仕事を取り上げる話ではなく、空いた時間を提案や企画といったより大事な仕事に使ってもらう話だ。半年後の人事評価では、この棚卸しと上位業務への挑戦を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。一つ目、 GMO 青空ネット銀行が銀行業務丸ごとを AI エージェント化する世界初の宣言を発表しました。二つ目、2028年度までに2800業務を1100体の AI に置き換え、400人で4万人分の仕事をこなす、人を残して仕事量を増やす計画です。3つ目、皆さんの会社にも半年以内に同じプレッシャーが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部下対一の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で